すごいねこの人も、ね、完全なる経済革命されてますが、飛んだね。飛びましたねすごいビッグな物語を作っていったっていう感じですかね、この方は。すごいサクセスストーリーですね。ああ、やっぱ境外を作っていくことが経済革命につながっていくっていうね話ですよ。そうね、忍耐力とかもめちゃめちゃ大事でしょうね。そこもやっぱり体力ないといかんでしょう、生命的な、生命的な体力大事です。安楽な境外というかね、戦った上で掴んだよっていう話の例ですね、僕は。そうね。では今回ね、小本今日から安楽行本第14ということになりますが、はい。これやっぱこう大和だった本、漢字本できて安楽行本ってくるのに意味があるんだなと思ってまして、順番が大事。まあ今日はこうやって安楽行本の話をする日だなと思いながら題目してたんですけど、その時になんかこうね、なんかなんていうの、今までこう自分の嫉妬の生命とか、で漢字本で言ったらやっぱなんとかそういう間に対してさあ来いさあ来いって思いながら基本的には題目してるんですけど、そういう感じで今日も同じようにやってたんだけど、なんかねふと力が抜ける感じになったんだよな今日は。なんかちょっと楽になった感じっていうか、同じようにさあ来いっていう感じで題目してるんだけど、なんかちょっと肩の力抜けるというか楽になってくるような感覚。これ安楽の楽ってこの意味っていうのもあるなっていうね思いました。安心感が出てくるというか、なんていうのかね、安心。この難を経た上で安楽になってくるっていうのに意味があって、このやっぱいきなり飛ばして安楽行本でただ安楽な気分っていうのは、それはもうお花畑みたいなことであってお花畑、それは展開に近いっていうか、それはその場だけの安楽だから、やっぱこの重いところを経てきた安楽っていうところ、その向こう側のなんか安楽、これ僕断食やったことあるんだけどおすすめはあんまできないけど、ファスティングって言ってね、それをやっていく中できつい、めっちゃきついんだけど4日目ぐらいになってくるとなんか楽になってくる感覚があるんですわ。ってなんかそれに近いで思ってうわーとか思って、でそれで断食のあかんところは食ったらすぐ元に戻るっていう、でもこの信心でこれ来た場合、起動できた場合は飯食っても同じなんだなこれ。これだから信心でこういう教会になるのが一番大事であってっていう意味ではめっちゃ嬉しいわけだ俺は今。断食の感覚になんか起動で来れたっていう感じになってるっていうか、それがこの先の章で言語化されてるってことですか。なんか安楽の定義、そんな薄っぺれ安楽の話じゃない、そうね、っていうことを踏まえた上で読んでいきたいただ単に安楽な、ハッピーなっていう感じっていうよりかは目先の気持ちよさだけじゃなくて、本当の気持ちよさとは。いこう。安楽行本第14、人類を絶対の安楽の境外へ。斉藤、法華経探求の語らいもいよいよ本門を目前にしてきました。今回は釈門14本の最後、安楽行本です。須田、安楽行というと楽な修行、苦労のないことという響きを感じますが、池田、そういう修行があればいいんだが、そうはいかない。日蓮大聖人は明快に仰せです。今、日蓮らの類の修行は、妙法蓮華経を修行するに難来たるをもって安楽と心うべきなり、難と戦うことが安楽であると、難即安楽、この悠々たる大境外を作るのが安楽行本の根本です。天台大師は安楽行本の安とは不動、楽とは心に右脳なきことだと言っている。何の苦労もないことが安楽なのではない。何があっても揺るがない。何があっても憂いなく生きていける。この境外が安楽なのです。真の幸福です。そして結論から言えば、南無法蓮華経の一方を行じれば、どんな苦しみも全部安楽へと変えられる煩悩即菩提です。一生成仏です。略行修行の仏法から見れば、実に簡単で安楽な修行です。苦労の少ない修行です。ご本尊を保つことこそ真の安楽行本だと言えるでしょう。
まあいうことでね、やっぱ難を経た上での向こう側の安楽の話だよね。今先生が言ってたことね。そうそうそう。台場だったら本当か漢字本の難と向き合った上で楽になってくる。これですよ。なるほど。経験値を貯めてレベルを上げると。そしたら新たなスキルが手に入ると。そう。結果的に安楽というスキルが手に入るというか、安楽になろうとすることじゃなくて、結果的に安楽になるというかね。なんかこれ見てると本当修行って書いてある以上はレベルアップせざるを得ないっていうか。そうですそうです。レベルアップして得られるスキルなんでしょうね。その通りですね。しかも楽光修行ね、何回も生まれ変わって、時には自分の腕の皮とか剥いでそこに法華経の秘訣を教えてもらう、書いてもらうみたいな、なんかそういう話とかもありますけど、法華経の昔の話でね。バイオレンスに比べて我々ご本尊っていうものを保って七法蓮華経を言えていくだけでそこの境地になれるんだから、これは安楽行本、真の安楽行本だよねっていう話ですよね。なるほど。まあいきます。はい。行動できるなんて幸福だ。遠藤、学会の歴史はまさに難即安楽の証明ですね。無名の庶民の死闘で築かれた創価学会です。この歴史を垣間見るたびに厳粛な思いでいっぱいになります。この11月で創立66周年を迎えます。今はね、96周年ですか。もうちょいで100。2030年で100ですね。斉藤、今年入会満40年になるあるご夫妻の体験を伺いました。入会昭和31年1956年、当時想像を絶する貧乏の中、釈伏をすれば幸せになれるとの一言を信じて兄弟親戚から仏法を語っていた。皆喜んで入会してくれると思っていたのに猛反対。一切の付き合いを断たれてしまう。自分のように貧乏で悩んでいる人、病気で悩んでいる人にこの仏法を教えてあげたい。そう思って通った家でも塩をまかれたり風呂の水をかけられたりしたことは数知れない。人の家の物置小屋に親子5人で間借りする生活。そこも信心をしているというだけで追い出された。子供に食べさせるのに精一杯だったためか、夜になると目が見えなくなった。遠藤、栄養失調の症状のようですね。斉藤、こんなこともあったそうです。愚教の帰り、霧雨の中を一人の子を背負い、もう一人の子の手を引いて歩いていた。親切なバスの運転手さんが停留所でもないのに止めてくれた。でもお金がないので乗れない。仕方なく親子で1時間以上も歩いて帰った。題目を唱えながら、いつかきっとこの道をタクシーで来てみせるぞと。須田、せっかくの親切に応えられない悔しさもあったかもしれませんね。斉藤、このようにしてご夫妻で100世帯以上の愚教をされました。先輩は大きな悩みがある人ほど大きな功徳を受けられるのが妙法の信心だと教えてくれたそうです。どんなに苦しくても信心だけはやり抜いて体も健康になっていきました。わずかの資金で始めた飲食業の商売も軌道に乗り始めます。功徳が感謝に、その感謝がさらに大きな功徳にと発展を重ねてこられたのです。今では店舗の他に大きな工場もでき、全国に発送。3600件の得意先から連日注文が入ってくるそうです。ぜひ支部の会場にと広い家も建てられました。そこには5、60台も止められる駐車場があり、3色旗を掲げるポールまであるとか。遠藤、素晴らしいですね。斉藤、ご夫妻がしみじみ語られていたのは、学会活動ほど楽しいものはないということです。一時期先輩から経済闘争を優先させなさいと言われ、学会活動ができない時があった。これほど辛いことはなかったと言っておられました。高専ルフのために働ける。それが私たちの幸せそのものでした。と。お店を持っていることに目をつけて悪い坊主が脱会してこっちに来ないかと言い寄ってきた時も、ご夫妻は断固跳ね返しました。結構です。私たちはどこまでも学会と共に、池田先生と共に進みます。と。須田、本当に学会活動こそ難即安楽の軌道ですね。池田、そのご夫妻は私もよく存じ上げています。私は陰で学会に尽くしてくださった方々を絶対に忘れません。特別の著名人でもない。社会的に偉い人でもない。しかし自分自身が大変な中で、高専ルフのため、同志のために黙々と学会を支えてきてくださった。仏法の眼から見て、この無名の庶民ほど尊い方々は絶対にいないのです。私はそういう方々を草の根を分ける思いで探し出し、検証して差し上げたい。
黒に報いたい。それが私の本当の気持ちです。学会員でよかった。苦労してきてよかった。そういう世界を広げたいのです。何足安楽と言っても、指導者に全同志を必ず安楽の境地に導いてみせるとの一念がなければ関連論です。学会に全同志に限りなき希望の道を開かせたまえと私は若き日より祈り続けてきたのです。すごいね、この人も。ね、完全なる経済革命されてますが、飛んだね。飛びましたね。すごい。まあその中にはやっぱり、釈伏っていうのを挑戦していって、釈伏挑戦すると痛いとこ疲れるんですわ。ね、お前が金持ちになってから来いという話になって、まあそりゃそうだよねっていうね。っていうことで痛いとこ疲れながら、それでも診療学をね、この方はやれてこられたのかなと思いますけど、人格的にも教会的にも成長していって、ビジネスの話しても安楽な教会で、交渉ができるような教会になったりとかするとやっぱ信頼されるじゃないですか、取引先からも、っていうのもあってどんどん販路広げていきながらビッグな物語を作っていったっていう感じですかね、この方は。すごいサクセスストーリーですね。やっぱこれはあると思うんですよね。あるある。やっぱ経済での話で言うんだったら、こうすれば絶対稼げるっていう話があったとしてもですね、話をうさんくせえうさんくさいとか思ってこうやっぱ挑戦しないですよ。大体そうだよね。一回挑戦してみようかなとかってなるのは、やっぱある程度今日がないとなんていうのかな、理解もできないし、っていうのもあるんで、やっぱ境外を作っていくことがやっぱ経済革命につながっていくっていうね話ですよ。そうね、忍耐力とかもめちゃめちゃ大事でしょうね。そこもやっぱり体力ないといかんでしょう、生命的な、大事。生命的な体力大事ですよね。体の体力もそうだけど、それがないとやっぱ怒っちゃうんですわ。負けちゃうし、折れちゃうし、イライラしちゃって、感情で反応しちゃうよね。そうなるともう分断になっちゃうんで、経済発展は厳しいなってなる。なるほど。っていう中でこの人たちは、この方はめちゃくちゃ戦った上で安楽な教会というかね、戦った上で掴んだよっていう話の例ですね、僕は。そうね、スキルアップ、レベルアップしてるじゃないですか。経験値めちゃめちゃ積んでるな、この方ね。すごいですよね。それこそ人の家の物置小屋に親子5人で間借りしてる時の教会とはもう全く別物の教会になってるんでしょうね。もうこういうことはありますよって話ですね。いやすごいな。何足安楽と言っても指導者に全同志を必ず安楽の境地に導いてみせるという一念がなければ関連論です。そうね、関連論はよく聞きますからね。形にしましょう、結果を出しましょう。やっぱ成果を出さないと人には響かないですからね。そうですね。大事。まずは我々から。我々が。はい。そうね。ちょっと続けていっちゃおうかな。はいはい。知恵を使って不釈神妙の愚法。